皆さんこんにちは、のばなです。今日もドイツでの日常と後半ではお友達を呼んで新年会をしたので、その時の様子をお届けしたいと思います。今日も動画を楽しんでいただけると嬉しいです。朝は5時に起きて一人でゆっくりコーヒーを飲むのが日課になりました。子供たちが起きてくるまでの時間、静かにコーヒーを飲むのが私の贅沢な時間になっています。毎日飲むサプリメントはチンク、亜鉛とビタミン B です。本当はここにまだビタミン D も飲んでいるのですが、空っぽなので注文しているところです。毎日曇り空で太陽の光を浴びることが少ないドイツの冬、ビタミン D を摂ることは重要だと思っています。これは夫が買ってきたもので、カルシウムやマグネシウムのビタミン剤ですね。水に溶かして飲みます。ドイツのお土産として日本に持って帰る人もいます。朝のうちにいただいたコメントに返事したり、動画編集をしていきます。いつも貴重なお時間を使って YouTube にコメントしてくださる皆さん、本当にありがとうございます。私が一番好きじゃない家事の始まりです。食洗機に食器を入れるのは好きなのですが、片付けるのは本当にめんどくさいです。皆さんは一番好きじゃない家事は何ですか？でももしうちに食洗機がなかったら食器洗いは本当に大変だと思います。なのでありがたく感謝して食洗機を使わせていただきます。さて、子供たちの朝ごはんの準備をします。今日はこのソーセージをお弁当に入れようと思います。よくドイツは添加物少ないですかと添加物についてコメントもいただくのですが、正直よくわかりません。日本は確かに添加物が多いとは思いますが、ヨーロッパと日本の添加物の記載の基準も違うだろうし、一概にドイツの食品は添加物少ないですよとは言えないんですよね。消費者自身が納得するものを選んでいくしかないと思っています。添加物があるから便利に生きることができるし、かなり恩恵を受けているので、添加物とは上手にお付き合いしていこうと思っています。日本で視聴者さんからいただいたスープ、貴重なだしのスープ、ありがたくいただいています。今日は白ご飯が余ったので、久しぶりに納豆と白ご飯をいただきます。オートミールの米化も好きですが、白ご飯の美味しさにはかなわないですよね。子供たちが家を出た後は家の片付け。皆さんこの
フランス生まれのカプラという積み木をご存知ですか？シンプルな積み木ですが、大人も結構本気で遊べる積み木なので、個人的におすすめの積み木です。ドイツから日本へ移住した友人家族から譲り受けた植物たち。基本的にいろんなものを枯らしてしまうのですが、これは枯らさないように頑張ります。コーヒータイムの前にもう一仕事。窓ガラススプレーで鏡の掃除をします。子供たちがいない間に動画の撮影と編集をします。動画編集は3日から4日かかります。YouTube を始めたいと思っている方もいるかもしれないので、一応お知らせしておきます。またいつものスーパーに来ました。スーパーの動画が大好きだと言ってくださる方が多いので、私も楽しみながら動画を撮っています。もう何度も言ってると思いますが、箱ティッシュやトイレットペーパーは日本に比べるとドイツは高いです。トイレ掃除にクエン酸を使うので一つ買っていきます。いつも買うエデカのチョコレートが安売りされています。2つ買います。リッタースポーツも今日はかなり安いですね。ハノーファーに本社があるライプニッツのクッキーも安売りされています。この砂糖少なめのものを買っていきます。ハノーファーに来たらぜひお土産に買ってほしいハノーファーのコーヒー。今日はハーブティーも赤い値札ばっかりです。これは新しいハーブティーを試してみないといけません。まずはジンジャーレモン。
息子がまた買ってきてと言っていた餃子も一つ。さて、買ってきたハーブティーをこの引き出しに入れていきます。ドイツはハーブティー大国なので、本当にいろんな種類のハーブティーがあります。安産のために飲むハーブティーもあって、私も出産前によく飲んでいました。胃腸の弱い私はこのハーブティーを常備しています。日本ではハーブティーの値段が高かった記憶があるのですが、どうですか？皆さんもハーブティーよく飲まれますか？胃腸の調子が悪い時に飲むハーブティー、あとはこの風邪をひいた時に飲むハーブティー、寝る前に飲むハーブティーなど、本当に薬いらんのちゃうかなと思うくらい種類があります。すぐに薬に頼らないでハーブティーを飲んで体をしっかり休ませる。こういうところはドイツの好きなところでもあります。ドイツの苦手なところなんて言い出したらたくさん出てきますが、自分で選んだ道ですし、どこに住んだって良いところ悪いところなんてあるんだから、ここでの暮らしを楽しむための努力は忘れたくないと思っています。自分さえ我慢すればという考えはしません。というか鼻から持ち合わせていません。母親が笑顔なら家族全員笑顔になると信じきっています。なので私は自分の機嫌を取るために自分の好きな動画をちょこっと見たり、大好きなチョコレートを食べたり、大好きなお友達と会う時間を取ったりしています。自分で自分の機嫌が取れたら生きやすくなる気がします。勝手に誰かと比べて、勝手に自己嫌悪に陥って、勝手にイライラして、なんてしてたら人生もったいないですよね。私は人と比較する思考の癖みたいなものがあるので、そこは自分が成長していかないといけない点だなって思っています。皆さんも思考の癖みたいなものありますか？いろいろと語ってしまいましたが、今日のランチはこのクリームチーズを使います。パスタ料理に合うんですよね。最近はドイツへ駐在予定の方やそのご家族の方からよく連絡をもらいます。ドイツでの暮らし、想像できなくて不安な方もたくさんいらっしゃると思いますが、サービスを期待しなければ住みやすい国だと私は思っています。特にお酒が好きな方はドイツは楽しめると思います。あと、車でいろんな国へ行けるのもポジティブな点だと思います。
ドイツに来られる予定の方はぜひドイツでの暮らしを楽しんでほしいと思います。美容製品も多いですし、自然も多いです。そして子供や困っている人たちに対して優しいというのは本当にドイツの良いところだと思います。餃子大好き。全然キラキラしていないドイツ暮らしではありますが、私はドイツ暮らし結構楽しんでいます。ある週末、お友達家族と一緒に新年会ということで、うちでラクレットをすることになりました。ラクレットチーズはこの3種類、クラシックとペッパー、そしてチリですね。お友達が日本に帰国していたので、たくさんお土産を買ってきてくれました。自分たちの荷物もたくさんあるのにお土産をくれるなんて優しいですよね。これは金箔入りの日本酒、贅沢です。お友達家族が来てくれたこの日に、なんとチャンネル登録者様が3万人を超えました。それもあって、夫が急いでスパークリングワインを買ってきてくれました。コロナパンデミックの時に始めた YouTube、誰も見てくれないかもしれないし、誰の役にも立たないかもしれない。でも誰にも結果はわからない。やってみてから考えようと試行錯誤しながら今日まで動画をアップしてきました。動画の初期の頃から応援してくださっている皆さんも、最近チャンネル登録してくださった皆さんも、一人一人のおかげで私はここまで来ることができました。新年とおめでとう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 。今年もよろしくお願いします。たくさんの方が私の動画を楽しみにしてくれているということを忘れずに、これからも皆さんと一緒にドイツ暮らしのあれこれをシ
シェアしていきたいと思います。撮影も編集もすべて私がやっているので、見にくいところもあるかと思います。それでもいつも応援してくださる皆さんには本当に感謝の気持ちしかありません。そして発信する側になってみないとわからない気持ちもあるもので、そちら側に立っている方々のお気持ちも少しはわかるようになり、それも自分にとって大きな成長になったと思います。人生は常に学びの連続です。オンラインショップもスタートして失敗しまくりの日々を送っていますが、失敗こそ最高の学びだと信じて進んでいきたいと思います。いただいた金箔入りの日本酒で乾杯して今日の動画を終わろうと思います。先週はライブ配信ができなかったのですが、また突然ライブということでインスタライブをすることもあるので、インスタの方もチェックしていただけると嬉しいです。皆さんいつもこんな私を応援してくださりありがとうございます。そして今日も最後まで見てくださってありがとうございました。